iPad11 世代めちゃめちゃ進化してます。どうもこんにちは、まみよしです。ついに届きました iPad 第11世代。今回はこちらの iPad 第11世代と一つ前の iPad10 世代。こちらスペックはどのくらい変わってるのか、実際に比較レビューしていきます。iPad 気になってる方はぜひ参考にしてみてください。ということで早速やっていきましょう。iPad 第11世代。見た目はね、特に変わってないね。今回買ったのは 128GB iPad A16 Wi-Fi モデル。色はピンク。オープン。結構色味いいかも。よいしょ。濃いね。とりあえず付属品見てこう。Apple ステッカーとか今入ってんのかな？入ってないね。紙類。USB-C to-C のケーブルに 20W の AC アダプターと。まあ、いつも通りペリペリを剥がしていく。よいしょ。濃い。めっちゃ濃いんだけど。よいしょ。すごいいね。なんか少し変わった気がするよね。なんか思ってたより濃い。iPad、本当だ。ほら、ここ何もなくなった。本当に無印になっちゃった。筐体はこんな感じ。いいね。で、カメラはちょっとデコボコがあります。これが下側 USB-C 端子にスピーカー穴で、左側がキーボードとかの端子に、上側はスピーカーと何かで、そしてタッチ ID ね。右側面が音量ボタンっていう感じで、これが裏面。いや、いいじゃんこれ。なんか他の色ももしかしたら色味変わってんのかな。でもサイトで見た感じは一緒だったけどね。すごい、めっちゃ凝ってる。見て、タイプ C 端子の中のコネクタ部分までピンクになってる。これすごいね。なかなかここまでやってる製品ってないよね。これ iPad 第10世代、こっちが11世代。iPad の文字消えてる。で、下になんかいろいろシリアル番号とか入ってるのももう全くなし。めっちゃシンプルになったね。電源オン。あれね、画面が奥まってるのは一緒っぽい。今こうやって見る感じでも、こう斜めから見るとかなりわかるね。ということでセットアップ完了。iPadOS は最初 iPadOS18.3 が入ってます。で、機種名は iPad A16。じゃあちょっとアップデートしてベンチマーク見ていくか。明るさはまあ両方とも同じだね。このロック解除っていうのはお風呂の蓋つけてたからだね。で、こうやって見ると500ニートはちょっと暗いね。結構明るい状態だから少し暗く感じる。画面に関しては両方ともやっぱりね、奥行き感がある。5ミリぐらいね、この縁と比べて奥になってるのわかる？これ。それがね、やっぱペンシルを使う時だとちょっと気になる人はいるかも。10世代も11世代も一緒です。そして今回ね、画面サイズが 10.9 インチから11インチになったみたいな感じで書いてあったんだけど、それはですね、ベゼル細くなった？変わんないよね。変わんないから多分表記が変わっただけな気はするね。特に変わってる感じはないです。体感差はなし。今までの iPad 第10世代に関してはこのバッテリーを押してもバッテリーの状態っていうのが見れませんでした。で、今回の iPad11 世代に関してはバッテリーの状態見れるようになってて、上限 80% に関してもオンにできます。これは結構進化かもね。充放電回数は0回という感じで、これが見れるようになってます。これはいいアップで。そうしたらベンチマークいきますか。こっちが第10世代でこっちが11世代ですね。スタート。さあ、速度違うか。 A14 チップ A16 チップです。2世代分新しくなってるから速くなってると思いたい。でも速いね、進みが。で、この後ね、3D マークって言ってゲームとかを動かした時の FPS とかも測るから、それでゲーム性能とか見れるんでお楽しみに。この暗筒ベンチマークに関してはあくまでこの映像を動かした時とか、写真を読み込んだ時とか、そういった、全体的な動作のスピードを計測するっていうベンチマークです。いや、それにしてもあれだな。この色いいね。やっぱこの iPad 無印買う人に関してはシルバーとかおとなしい色もいいけど、こういうちょっと奇抜な色、そういう派手な色もいいね。ということで暗筒ベンチマークがこちら。iPad10 世代が103万点、11世代が約139万点ということで35万点上がってます。ってことは 35% アップ。30% 以上スペック上がってるので、これかなり進化してると思います。詳細見ていくと CPU が約 20% 上がって GPU40% じゃないこれ。で、メモリも倍になってるし UX は1割アップぐらいという感じで、結構スペック上がってます。今回の11世代。これは今回の11世代結構いいんじゃないですか。で、続いてちょっとギークベンチでメモリとかを見たい。今ギークベンチ表示したんですけども、 iPad10 世代がメモリ 4GB なのに対して iPad11 世代はメモリ 6GB になってます。 CPU の周波数も 3GHz から 3.5GHz ぐらいにアップしてるので、いろいろと進化してますね。とにかくね、この 3D マークで FPS がどのくらい変わるのかチェックしていきましょう。の前にちょっと冷やします。 iPad いいな。いや iPad 無印推しになっちゃうかも。これから無印って一番買いやすいしさ、もし失敗して
こう動画専用デバイスになったとしても、安いしスピーカー音質も結構いいし失敗が少ないモデルよね。ミニ7にするか無印 A16 悩んでます。どっちがおすすめですか？ミニで今小さいって思ってるんだったら無印でいいと思うし、ミニのサイズが好きなんだったらミニ7じゃない？スペックはミニ7の方が高いね。あと Apple AI 使いたい場合はミニ7です。そう、今回のこの A16 チップに関しては Apple AI 非対応だから、そこ注意だね。だからね、ちょっとそこは選ぶ上で注意点ではある。例えばさ、こう、教育デバイスとして結構この iPad11 世代って購入されて学校に導入されると思うんだけどさ、それでいいのかなっていう感じはあるよね。今後なんか AI とかがさ、こう日常的に使われるようになるとするならば、子供はその勉強ができないわけじゃん。これを買うと。だからそういうことを考えたらミニの方がいいような感じもするけど、難しいね。iPhoneで Apple AI 対応してるデバイス持ってるんだったら11世代とかでも全然いいと思うけど、そうインテリジェンス対応してないのがね結構あれよね。でなんか動画とか見たんだけど文章の構成とかめっちゃ便利だと思うんだよね。特に学生。そうだから学生こそその Apple インテリジェンス対応のデバイス持ってた方がいいと思うから、これ1個だけっていうのはちょっと厳しい感じはあるかも。という感じでそろそろ行きますか。みんな大好き 3D マークでゲーム性能の方を検証していきます。同じの20回回すんで熱耐性とあとゲームの FPS どのくらい差があるのかチェックできます。スタート。さあ完璧同時。うわー全然違う。やっぱメモリ 6GB CPU GPU 強化されてるから進むのがめちゃめちゃ速い。肝心な FPS は10ぐらい違うって感じか。50、36ぐらい。結構いいんじゃない？ほら45と60ぐらいでしょ。これはゲーム性能11世代いいぞ。FPS はここでチェックできます。だってこっちほぼほぼさ、画面暗くなった。早めに暗くなるのは多分こっちの11世代。やっぱあれだね、周波数上げてるから熱も出てるって感じかな。でも熱出て画面が暗くなったとしても FPS はこっちの方が高いですね。でも10ぐらいの差だね。さあこれでね、ループ20になった時にどのぐらい差が出るのか楽しみだね。でもそろそろさ、この iPad とかにもパンとかさ、冷却機構もうちょい強化してもらわないと厳しいかもね。周波数とかも上がってるし発熱増えてるからさ。でそれに対してね iPad10 世代画面暗くなってないよね。こっちの方が明るいよね絶対。なるほど、結構差がありますね。でもこの時点では両方ともね、このサーマルスロットリングっていうのは起きてはないかな。この FPS が下がってたりっていうのは今のところないかも。あれだな、多分画面をどんどん暗くしていって画面を下げ切っても熱が収まりきらないっていう時に多分 FPS を落とすんだろうな。15インチのサイズ感ね、これ膝の上に置くのにベスト。いつの間にか画面暗くなってるね。てかさ、昨日の動画でも言ったんだけど、この iPhone16 とか屋外の輝度2000ニットになってんじゃん。それめっちゃ明るかった。その輝度の自動調整俺今までオフにしてたのね。勝手に変わるの嫌だから。でそれをしてたらなんとその屋外2000ニット有効になってないっぽくて、それを昨日自動調整オンにしたらね、感動しました。新型 iPad どうで？個人的には期待以上。今のところは 40fps と 50fps だったら、単純計算 25% アップってことかっていうのを考えると結構増えてるよね。スペックアップしてる。検診用に買ったから性能上がってるといいな。いや結構変わると思うけどね。何からのステップアップかによるけど。こんにちは、今来ました。いつも拝見してます。今回比較する対象は何ですか？ iPad10 世代と11世代です。18ループ目。画面の明るさは一緒。FPS は40、30。やっぱ10ぐらい。で40と30だから 30%。でもベンチマークでもさっき 30% 上がってたから、やっぱ 20% から 30% フレームレート出るかもしれない。iPad11 世代。って考えたらめっちゃスペックアップだよね。さあ、ループ20。ループ20の状態で50、35、15の差。ちょっと重いシーン来てほしいね。42、30。だから3、4、12だから 40% アップ。20% から 40% のスペックアップって感じかな。これはかなり変わってる気がする。ついに結果出ます。よいしょ。熱っめっちゃあちあち。熱っすごい。机まで熱くなってる。結構ね、熱はこもります。そろそろファンとかペーパーチャンバーとかそういったものはつけてほしいですね。ということで結果がこちら。最高スコアが iPad10 世代7500に対して iPad11 世代は9400%にするとこんな感じ。一番低い時は6171と8251。ってことは熱でこう動作が重くなったとしても iPad10 世代の最高スコアよりも 10% 高いという結果
になってます。で、そしてスタビリティ、こちらは安定性ですね。フレームレートどのくらい安定してたか、82% から 87%。なんか画面は暗くなったけど FPS の安定性っていうのは iPad10 世代の方が高くなってますね。で、熱に関してはやっぱり周波数が高いからか1回目でガクンと落ちてますね。 iPad10 世代はなだらかに落ちていく感じ。でもあれだ、なんかこれ以上は落ちないっていう限界がありますね。こっちも一緒か。1回ガクンと落ちてそっからまあ一緒みたいな。で、パフォーマンスレンジ、こんな感じのグラフになってます。モニタリング、という感じで、まあ熱耐性に関してもまあ画面はね暗くなってたんだけど良くなってる感じはします。そして先に明るくなったのがこっちの iPad10 世代という感じでした。ということで今回 iPad10 世代と iPad10 世代比較してみたんですけどいかがでしたでしょうか。ベンチマークに関しては約 30% アップ、 3D マークのゲーム性能を比較しても 30%、 多い時で 40% ぐらいアップしてたので、今回 iPad10 世代から11世代っていうのはかなりスペックアップしてると思います。なので iPad10 世代安いから買っちゃおうっていうのはやめて、絶対 iPad11 世代を買って長く使った方がお得に使えるかと思います。1点だけ注意点としては、今回の iPad11 世代 Appleの AI、Apple Intelligence には対応してないので、そこだけ注意。なので動画とかゲーム専用デバイスとかそういったのにして、iPhone で Apple Intelligence を使うっていう、そういったのがいいかな。特に Apple Intelligence に関しては文章の構成とかそういったの便利だし、これからもどんどん便利機能追加されていくと思うので、そういった機能が使えないっていうのだけ欠点かな。58,000円としてはかなりコスパ高いと思います。今 iPad どれ買おうか迷ってるっていう方はぜひこちらの iPad11 世代買ってみてください。ということで以上、バイバイ。